クリップスターです。こんばんは。こんばんは。ついにこの日が来ましたね。クリップスターはね、活動してもう1年以上経ちますが、チャンネル発足当初からね、怪奇現象が多発する家としてね、様々な撮影を行ってきましたけども、ずっと逃げてる場所があるんですよ。逃げてる撮影。やはりね、この家で最も怪奇現象が激しい、一番ヤバい部屋があるわけじゃないですか。2階の西側に。で、あの部屋で、俺はずっと撮影をしたかったんですが、彼がね、絶対無理だと。ということでね、撮影をできなかったんですが、もうさ、やばい心霊スポットたくさん行ったじゃないかと。なんでそろそろあの部屋も行っとこうよっていうことで交渉したところですね、ここへ来てやっと OK いただきましたんで、今日は撮影していこうかなと。折れました。もうしょうがないですよ。ライブ配信中にさ、あの部屋で森塩と壺とか見つけちゃったりさ、もう視聴者の方々に俺ら伏線を張りまくってるから、もう来るんすよ。いい加減あの部屋で宿泊とかしないですかみたいな。なんでもうしょうがないです。ということで今日は怪奇現象が多発する家、最もね怪奇現象が激しい2階西側の和室でですね、安家さんが宿泊検証をしていくと。でね、現在ね、僕らが今撮影しているこの部屋はですね、ご覧の通り仏間なんですけど、ちょうどね、この真上にその部屋があります。俺と大ちゃんはこの部屋で安家さんが寝ている和室に置いた定点カメラの映像をパソコンで、見ながら過ごすと。だから俺と大ちゃんはね、今日はね徹夜です。はい。その代わり安家さんは寝ていいから。寝れんかもしれんけどね。ということで、定点カメラの映像をずっとね、このパソコンでチェックしてですね、あの部屋で起こる現象を見ていこうということで。おやすみなさい。あ、もう行ったらいいと。どうぞ。雑やな。それでは、この屋敷で最も危険とされる2階西側の和室で宿泊検証を行っていきたいと思います。初見の方もいらっしゃると思うので、簡単に説明をすると、この通称屋敷っていうのは、私安家が幼少期に住んでた実家でございまして、現在は僕のおばあちゃんがここで一人で暮らしている 14LDK の大きな屋敷です。おばあちゃん今ちょっと入院中なんで、この家には誰もいないんですけど、で、なんでこの家がやばいか、この部屋がやばいかっていうと、僕は子供の頃からいろんな奇妙な体験、たくさん体験してきたんですけど、一番やばかったことが起きたのはこの部屋なのかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、どういったことかというと、半年間霊に取り憑かれてた時期がありまして、小学1年生ぐらいだったみたいなんですけど、どんな症状かっていうと、この5畳の石側の和室で、子供の頃は母親と僕と姉で3人で川の字になって寝てたんですけど、夜中になると毎日起き上がってこの部屋を徘徊したり、今映ってる通りこの壁紙剥がしたりとか壁叩いたりとか叫び回ったりとか、もう気候を毎日行ってたみたいなんですよ。だいたい30分とか1時間ぐらいしたら収まって普通に何もなかったように寝るみたいなんですけど、なんで僕が取り憑かれたのかなと思っていろいろ考えてみたら、思い当たる節みたいなのがありまして、ここの部屋で寝ると毎日見てる夢があったんですよね。で、その夢がここで寝てる夢なんですけど、ふと目が覚めて起きると、このすりガラスの一番右上のところらへんに着物を着た女性が立ってまして、でこっちを覗き込んできてニヤーって笑ってくるんですよ。で、それで僕はびっくりしてわーって起きるっていう夢をもう本当に何回見たかわかんないくらいずっと見続けてたんですよね。あの女性が僕に取り付いてたのかなって僕は勝手に思ってるんですけど、そしてまた気持ち悪いのが、しばらく経ってその夢の話をですね、家族にしたところ、お姉ちゃん泣き出して、あんたの隣で私も全く同じ夢をずっと見とったって言われて、本当に嫌な思い出しか残ってないこの寝室ですね。そう。それと、前、ライブ配信中に、ちょっとこの部屋でやばいものを見つけたんですよ、そういえば。ちょっと見てほしいんですけど。このね、扉の中がクローゼットみたいになってるんですけど、クリップスターのライブ配信中に、この壺と森塩を見つけたんですよ。子供の頃これ多分なかったと思うんですよね。で、何のためにいつ置かれたのか全くわからなくて、おばあちゃんとかしか聞く人いないけど、おばあちゃん怖い話とか、こういう話するのすごい嫌がるから、聞けなくて、結局誰が置いたか
何のために置いたかっていうのがわからなくて、すごい気持ちが悪いツボと森塩です。というように、本当になんか気持ち悪いものがあったり、気持ち悪い出来事がたくさん起きたっていう、本当に恐ろしい部屋でございます。ということで、もう夜も深いので寝れるかわかんないですけど、宿泊検証を開始していきたいと思います。おやすみなさい。こんな感じです。ほら、大地見せてあげて。我々はまあこんな感じで見てますよと。という感じでちょっと見守っていきましょう、我々は。はい。OK。よいしょ。ユンケル飲む。飲もう。これは頑張らない関係。ちょっと見よって画面。走った。これろうそくの台さ、結構広いけん畳にさ行くことはないけん、これ消えたらさ変えようか。そうね。5時間って書いてあったけどね。寝るか。交代するか。そうね。起きた。確かね。起きた起きた。使ったっちゅう。何しよう。えあ、切れた。え、切れた。え、ちょっと。嘘や。え、切れたよ、切れたよ。なんで。安子さん、安子さん。なんで起きただろう、さっき。起きてたよ。映ったよ。ずっとこっち見よったで。起きて、ずっとあんたこっち見よったと。俺がうん。下に撮ったってこれ見よったと、もしかして。今落とした。そやん。そやん。マジ？待って待って。俺、寝る前に映したよ。クリップスターのライブ配信中に、このツボと
森塩を見つけたんですよ。俺取っとんもん。倒れとう、壺が倒れとう。ちょっとマジやばいって。いやもうほんとやけに言ったやん。マジで無理。最悪。はい。